皆さんこんにちは、関口まゆです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はいちごのショートケーキを作っていきます。まずはじめに粘土をこねたら黄土色の絵の具で粘土を着色します。爪楊枝の先端に絵の具を取って粘土の中央に置き、包み込むように混ぜていきましょう。色が薄い場合は絵の具を少量ずつ足していきます。こちらがショートケーキのスポンジ生地になります。乾燥しないようにラップに包むかビニール袋に入れておきましょう。次にケーキ生地をカットするときに使う定規を作ります。こちらはプラバンを約 1.3 センチ幅でカッターでカットしたものになります。プラバンは100円均一で購入したものになります。こんな感じで作りましょう。先ほど着色した粘土の分量を測ります。スポンジ生地は2枚使うので2つ分量を測りましょう。分量を測ったら軽くこねて手のひらで丸玉にします。2つとも丸玉にしましょう。丸玉をプレス機で平らに伸ばします。もう一つも同様に伸ばしましょう。次にスポンジ生地に焼き色を塗っていきます。こちらの絵の具です。カットしたクリアファイルの上に出して色を塗っていきます。スポンジ生地の表面に色を塗っていきましょう。こんな感じに塗ります。別の粘土をこねて分量を測り、クリーム用の生地を作ります。丸玉を作り、プレス機で平らに伸ばします。先ほど焼き色をつけたスポンジ生地と重ねていきます。スポンジ生地、クリーム、スポンジ生地の順番に重ねます。一番上のスポンジ生地は逆さにひっくり返して重ねましょう。3枚をしっかり貼り付けるためにプレス機で軽く押さえます。こんな感じです。次に先ほどプラバンで作った定規を使って生地をカットしていきます。クリアファイルにカッターマットを挟んでカットしてます。こんな感じに切れました。カットしたらカットした断面に歯ブラシを当てて質感をつけていきます。
特にスポンジ生地の方にしっかりと質感をつけていきましょう。爪楊枝を使って大小異なるサイズの穴を開け、気泡を表現します。このように4面に質感をつけましょう。次にカットしたいちごを用意します。いちごをつける部分を仮置きします。位置が決まったらいちごを上から押さえて跡をつけます。跡がついたらいちごを一旦外してピンセットの先端で跡に沿ってなぞっていきます。なぞった部分の粘土をピンセットで取り除いていきましょう。余分な粘土を取り除きながらいちごがはまるくぼみを作っていきます。ステンレスモデラなども使ってくぼみを作っていきましょう。ステンレスモデラで粘土をほじくり、ピンセットで取り除くを繰り返します。くぼみができたらいちごが入るか確認をしてみます。こんな感じでいちごが入るようであれば、一旦いちごを外してくぼみの中に少量のボンドをつけていちごを貼り付けます。歯ブラシを押し当てて全体の形をならしていきます。デコレーションに使うケーキピックを作ります。こちらは製菓用のケーキピックになります。こちらのケーキピックをミニチュアサイズにカットして使用しました。こんな感じにできました。次にいちごのヘタを作ります。緑色に着色した粘土を平らに伸ばしてデザインナイフでカットしていきます。いちごの作り方は別の動画で紹介してますので、そちらを見ていただければと思います。概要欄に動画のリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。
こんな感じにデザインナイフでカットします。カットできたら余分な部分は取り除きましょう。次に別の粘土を小さな丸玉にして棒状に伸ばします。デザインナイフでカットして長さを調節しましょう。いちごの本体とヘタを貼り合わせていきます。いちごにヘタを貼り付けます。貼り付かない場合は少量のボンドを使いましょう。穴が合うように爪楊枝を刺していちごのヘタに穴を開けます。ヘタに自然な動きができるように整えます。その後中央の穴に少量のボンドをつけて先ほどカットした棒状の粘土を差し込みます。次にケーキのトップに塗るクリームはこちらです。パジコさんのクリーミーホイップという商品になります。カットしたクリアファイルの上に少量を出してステンレスモデラで塗っていきます。クリーミーホイップが硬い場合、少量のお水を追加して緩くすることもできますが、あまりお水追加しすぎると乾燥した時にひび割れてしまう原因になるので、もしお水を追加する場合は少量にした方がいいです。セロハンで作ったコルネにクリーミーホイップを入れ、先端をカットします。表面が少し乾いたケーキ生地の上にクリームを絞ります。クリームの上にいちごを飾ります。今回のデコレーションはいちご、ピスタチオ、お花のマジパン、ケーキピックを使いました。お花のマジパンはまた別の機会に作り方を紹介します。デコレーションパーツをボンドで貼り付けていきましょう。デコレーションが終わったらステンレスモデルの先端に少量のお水をつけて表面をなぞるとクリームが綺麗な仕上がりになると思います。完全に乾くとできないので乾く前になぞるといいです。乾燥させたらば出来上がりです。この動画がお役に立ちましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。